こんにちは、橋本翔太です。今日お話ししたいことは、不安な時や心が不調な時は、スピリチュアルに近づいてはいけませんよというお話をしたいと思います。スピリチュアルをどういうふうに捉えるか、あるいはどこから来てるのかってお話は改めて動画で撮りたいと思うんですけども、私が定義づけているのは、目に見えない世界のことを日常生活に取り入れていく。それをスピリチュアルというふうに定義してます。で心理学とか哲学とか、宗教学なんかを突き詰めていくと、どうしても皆さんが知っている目に見えない世界のスピリチュアル的な話に重なるところが出てくるんですよね。これ科学もそうなんです。量子力学なんかも突き詰めていくと、どうしても目に見えない世界の話につながってはくるんです。ですから私スピリチュアルは否定してないですし、自分自身もエネルギーのこととか気のことに関しては今でも扱っています。スピリチュアル的な、要は目に見えないことを上手に取り入れていく、現実に足をつけながら上手に取り入れていくっていうのは、心とか人生をより良くしていくヒントにはすごく役立ちます。ただですよ、皆さんの心が不調な時、つまりマイナスからゼロからプラス、人のメンタルのコンディションをマイナスからゼロからプラスって考えたときに、マイナスからゼロのあたりにいる人たちは、スピリチュアル関係には手を触れない方が賢明です。スピリチュアル関係っていうのは、要は目に見えない世界のことの話。だから占いとかもそうです。占いの話とか、運気がどうこうって話とか、霊的な話そういうものはマイナスからゼロの人は触れない方がいいです。マイナスからゼロの状態っていうのは、皆さんが不安とか、あるいは不調を抱えている時なんです。例えば今コロナウイルスでいろいろ不安に思っている方もたくさんいらっしゃいますよね。そういう時っていうのは、人が不安な時っていうのは、認知が歪むんです。視野が狭くなるんです。つまりいつもだったら A、B、C、D、E っていう選択肢が見えるのに、不安になったり心の調子がダウンしていると A っていう選択肢が見えなくなってくるんですよ。もうこれは人間の特徴で、不安になればなるほど、気持ちがダウンしている時ほど極端な考え方に偏ってしまうという傾向があるんです。その極端な思考に偏ってしまうマイナスの状態で不安が強い時にスピリチュアルに手を出すとほとんどいいことないですね。なんでかっていうと、スピリチュアルっていうのは目に見えない世界のことを扱います。目に見えない世界のことを扱うということはつまりどうにも証明できないし、いくらでも言えちゃう、そんな不安定な場所に足を踏み入れるってことなんですよ。そうじゃなくても気持ちが不安定になって視野が狭くなって、認知が歪んでいて正しい選択が、正しい思考能力が落ちているときに、目に見えない世界のことに手を出して、それでその目に見えない世界のことでかえって不安が大きくなることがすごく多いんです。例えば占いでこんな風に言われた、今月は全然良くないとか、仕事がうまくいかないなんていう風にリーディングされたとかで、そんな状態でああしなさい、こうしなさい、それこそ壺を買いなさいじゃないけれど、そういうことを言われてしまうと人ってすごく揺らぐんですよ。で、目に見えない世界のことって怖いのやっぱり。私も喋りながら、やっぱり目に見えない世界のことって見えないし証明できないでしょ。だからちゃんと自分の状態を保っていないと、そこにつけ込まれて脅されたら私でも揺らぎますよ、やっぱり。例えばどういうことかっていうと、皆さん厄年とかすごい気にするじゃないですか。厄年の方、話はまた改めてしたいんですが、何か悪いことが起こると厄年なんじゃないかって厄年の人は思いがちなんですよ。そもそも厄年なんて日本の風習なんですけどね。で、その時に例えば占い師さんとかリーディングができる人とかに見てもらったら、あなたは厄年だからこれからすごく気をつけないといけませんねとか、あなたの波動がどうこうですよとか、あなたのことを引っ張る生き量がどうこうですよなんて言われたら不安になるでしょ。そしたらどうにかしてくださいって言って、その人に依存を始めたりしますよね。こんな風に不安な時にスピリチュアルに手を出すのはもうズブズブになってくるんです、状態が。で、今ちょっと私心配だなと思ってるのが、コロナウイルスなんかで今、厄除けっていうか病気除けのお守り
を買うのが殺到してるとかって話を聞いたんですけど、そのお守りを持ってね、病気よけの、疫病よけのお守りを持って気持ちが落ち着くならいいですよ。でもそこまでです。本来私たちがしなきゃいけないのは、地に足をつけて普通に手洗いをする、アルコール消毒をする、マスクをする、あるいは睡眠時間をたくさんとるとか、栄養素をしっかりとるとか、冷静に感染源と感染経路と自分自身の感受性の対策をしていくことですよね、ウイルスに対しては。疫病よけのお守りを持っていたら、私は平気だから大丈夫とかっていうのはずれてますよね。わかりますか、この感覚。で、その疫病よけのお守りを買うために必死で問い合わせするとかっていうのは、もう完全に認知がずれていっちゃってるっていうのもわかりますかね。それ以外にもすることってたくさんあるはずなんですよ。ところが人って不安定になっていると、ましてや先々の不安、どうしたらいいかわからない、未来のことが見えないなんていう時にはですね、さっきも言いましたが、認知が歪みます。選択肢が少なくなります。そうすると、そんな状態で目に見えない何かのお守りにすがるっていうのはね、あんまりいい結果呼ばないです。しかもここで冷静に考えてみてほしいんですが、そのお守りって誰が作ったの？人が作ったんですよね、人間が。あなたと同じ場所にいる人間が作ってるんです。その誰かが作ったお守りを必死で手に入れようとするその感覚自体がそもそもずれてると思いません？ともすれば、同じ場所にいる人に対して自分は低いっていうふうに捉えてるとも捉えられるんですよね。ただ目に見えない世界だから勝手に自分よりも上だって思っちゃってるのが問題なんだけどね。繰り返しますが、気持ちが不安定な時にはスピリチュアルとか目に見えない世界のことに触れてはダメです。でね、そのスピリチュアルっていうのは後でまた動画を撮り直しますが、もともとはアメリカの方から流行ってきてるんです。ニューエイジムーブメントなんです。どういうことかというと、聖書の教え、やっぱり西欧圏っていうのはどうしてもキリスト教が強いんだよね。で、その聖書の教えでキリスト教の勢力が強い分、子供の頃からキリスト教の家庭の中で生まれたらもうキリスト教徒なんです。ボーンクリスチャンなんです。そうなった場合にはやっぱり反発も大きいんですよ。キリスト教が大きな権力を持っている分、そこに対する反発も大きいのね。なのでキリスト教が嫌いな西洋人もたくさんいるんです。でも聖書の中に書いてある教えっていうのはすごい心理学的とか自己啓発的な場所でも役立つんですよね。なので宗教色を取り除いてその聖書の中の教義を取り入れましょうっていう発想がそもそもニューエイジムーブメントの中の一つなんです。で、それが日本に渡ってきた結果、スピリチュアルって扱いになって、でね、いつの間にかそこに霊視とか霊媒とか、霊的なスピリットの方じゃなくて、ゴーストの方のスピリットが入ってきちゃって、今日本で混沌としている。だからスピリチュアルっていうとすごい毛嫌いを示す人もいるんですよね。なんか騙されるというか、そんな怪しいとか、先祖の霊がどうこう言われるとかね、あるいはあなたの前世がどうこう言われる。それがスピリチュアルだと思っている方が多いんですけども、本当はそういうところではないし、私もそこはちょっとスピリチュアル、スピリチュアルってもそうなっちゃってるんですけど、そこは私は取り入れたくないなと思ってるんですね。スピリチュアルがどういうことなのか、どんな風に捉えたらいいのかっていうのは改めて違う動画で説明しますけれども、今日一番言いたかったことは、特に今世の中の中で不安が高まっています。こういう時こそ、あえて目に見えない世界から自分を遠ざけてください。遠ざけて目の前にあるもっと科学的で地に足をついたことをしっかりやっていってほしいんです。コロナ対策をするんだったら怪しいお守りを買うんじゃなくて、ちゃんとマスクとか手洗いとか睡眠をたくさんとるとかいう対策を練ることの方が大事ですよね。私たちはとても弱いので、どうしてもね、何かにすがりたくなってしまいます。すぐに気持ちが落ちてくるとね。けれども、本当は自分自身の感覚、自分自身を頼ることが一番大事なんですよ。どんな状態であっても。だってみんな同じ人間なんだから。ね。今日お話ししたかったことは、
不安が強い時ほど、あるいはメンタルがダウンしている時ほど、スピリチュアル、大きくスピリチュアルって言いますけども、目に見えない世界のことに手を出すのは、あえてやめておきましょうっていうことを伝えたかったんです。特に今ね、コロナウイルスとかで気持ちが不安定になっている方が多いと思います。そういう時ほど、逆に地に足をつけて生活をしてほしいんですね。コロナが怖いから病気にならないように、病気よけのお守りを買う。それは否定しませんけれども、そのお守りを買うために必死になったり、問い合わせをしたり、あるいはこのお守りがあるから大丈夫とか、そのお守りがないから病気になっちゃうかもしれないとか、そこはずれてるよ。そうじゃないでしょってこと。で、なんでそんなことが起きるのっていうと、人は不安な時、不安定な時、コンディションがマイナスからゼロの状態にいる時っていうのは、どうしても認知が歪みやすいし、思い込みも強くなるし、選択肢も少なくなるんです。そして自分自身への自信もなくなります。何かにすがりたくなります。依存したくなります。そういう時に目に見えない世界のことに手を出してしまうと、ズブズブの関係になってしまうことが多いんです。ズブズブの関係っていうのは、占い師さんとかリーディングをする人とか、何かスピリチュアルの力を持っている人とか、あるいはそういうお守りとかでもいいんですけども、自分以外の何かに頼ろうとしてしまう傾向にすごくあるんですね。ただ忘れないでほしいのは、皆さん自身がそれぞれちゃんとパワーを持ってるんです。同じ人間なんだもんだって。だからスピリチュアルっていうのはね、ゼロ以上、ゼロからプラスのコンディションの時には上手に取り入れることによって人生がスムースに進んでいく、あるいは心のコンディションを上向きに保ちやすいという効果はあります。それは私自身もたくさん勉強してきて、上手にちょっと取り入れることは大事だなと思ってます。けれども、マイナス状態の時、気持ちが沈んでいる時、苦しい時っていうのは、スピリチュアルからはあえて自分を遠ざけてください。これが今日私がお伝えしたかったことです。またね、動画をお届けしますので楽しみにしててください。橋本翔太でした。